どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。なんだ突然なんですけど、はい、今千葉にいます。いやもうずっとだよ。今日は特別に千葉にいるんですよ。珍しい価格で始まってるんだけど、車内。いやなんかね、今これ千葉の幕張にいるんですけど、有名な、まあ幕張にいて幕張メッセ行ってきたんです、さっき。そう行ってきた。で幕張メッセで何があったかというと、スターウォーズセレブレーションっていうね、すごいね。とんでもね、もうスターウォーズの年一のお祭りが十数年ぶりに日本で開催っていうね機会に、先日のお仕事で僕スターウォーズのねお仕事させていただいたんですけど、まあそれの関係もあってね、そうご招待いただいて、もうしこたま満喫してきたんですけど。いやそう、いろんななんか新しいグッズとかね、そういろいろ見たりとか、あと東京って書かれた靴下がね売ってて、それに対してね千葉だけどねって言いながらね帰ってきたりとかしましたけどね。君たちここで東京買ってるけど千葉なんだけど、そうここは千葉なんだ、千葉靴下はどこかなとかって言いながら来たんで、性格悪いこと言いながら来たんですけど、じゃなくて、でまあ今その帰りにこの後も夜の8時頃から別の撮影があるんですけど、その間時間が空いちゃったんで、幕張にあるね、我らが千葉県最大のショッピングモールと言ってもいい幕張新都心に来ました。イオンモール幕張新都心にね来たんですよ。にうるついてて、さやさんのメガネ新しいの買おうかって、メガネ剥離しすぎてて、なんかもう私の買いに行こうって言ったら、なんとねそこに重すぎて持ち上がらんよ。見えるかこれ。ちょっとなんかもうクリーニングの袋みたいになっちゃってる。よくわかんない、でかすぎるんだけど、まあ要するに何かというと、目の前にあったんです。みんな大好き。デンマークはコペンハーゲンのブランド、みんな大好きフライングタイガーが目の前にあったんですけど、いやそうやっぱね、田舎者の夏目さんちとしてはね、わあこれが噂のってなっちゃって。というほど別に知ってはいるんだけど、前来た時はなんだろう、日本に来てすぐぐらい話題になったから行ってみたけど、すっごい混んでて行列になってだからなんかもうちょっとしか買えなかったみたいな、諦めたんだよね。そう悲しみの思い出もありつつ、今はなんか比較的こうそういつでも入れる感じでちょっと浮かれてしまって、この大きな袋をご覧ください。でしかもこの大きな袋、何が入ってるかというと、全部画材なんですよ。ということはもしかして今回やっていく企画はこちら。遅かったね。こういうディレイかけてくる敵が一番嫌い俺。ディレイかけて攻撃かけする時グンみたいな、ジャスト回避のタイミングとかさ、ちょっとずらしてくれるジャスガとかさ、まあそんなねプレイヤー泣かせのさやさんと一体今日は何の企画をするんですか？今回やっていく企画はフライングタイガーで買った画材でただただお絵描き。イエーイ。でも皆さん、1万円超えてます。すごい。てかね、めっちゃ安かった。めっちゃ安いけど1万円超えてます。ね、ちょっと嬉しくなっちゃったんで、なんか本当にいろんなもん面白そうなのがいっぱいあったんで、なんかそれをもう全部使いながらいろいろ書いていこうかなと思います。なんでとりあえず帰ります。帰れない。そうだ。この後別の撮影があるんで、お家に着いたらね、これの中身を教えてあげるからね、みんなちょっと我慢して。でもさやさんのね本にはね、家で使うようにっていうことで、パラちゃんお誕生日グッズいっぱい買った。すごい浮かれポンチな風船を買いました。ではちょっと戻って書いていきましょう。あとでっかいシャボン玉も買った。買っちゃいましたね。楽しい。それママ用だよ。ママ用なの？パラ用じゃないんだ。ママ用。ママ用なのあれ。でっかいシャボン玉ママ用。そうなの。カメラ止めようとしてんの。ママ用で引っかかっちゃった。では。はい、ということで買ってきました。ただいまー。まあ2週間前ぐらいなんですけど、フライングタイガーコペンハーゲンっていうお店ね、今回買ってきたお店、ルーツがデンマークのフリーマーケットの露店っていうところから始まってるらしいです。でそこで創業者のレナート・ライボシツっていう方と、その奥さんのスースっていう人がね傘を販売したっていうところから始まって、傘屋さん。そう、傘屋から始まり、その後1988年にコペンハーゲンに最初の店舗をオープンして、ゼブラっていう名前で最初は始まったらしいですね。すごいなんかタイガーにゼブラで動物園みたいに、そう関連性は分からないけど、そのフライングタイガーコペンハーゲンの運営会社名が今ゼブラっていうところなんで、ああじゃあ今もあるんだ。そうそうそう。で傘、サングラス、靴下とかなんかその辺を販売したっていうのが始まりで、1995年にタイガーって名付けられた最初の店がコペンハーゲンにオープンしたっていうことで、そこで売られてた商品が全部テンデンマーククローネ。テンデンマーククローネが、今で言うと210
117.08 円で、ちょっと当時の金額が今ちょっとごめんなさい分かんないんですけど、でもなんかこう聞くと感覚的になんか100均みたいなイメージなのかな。安くてでかつこう全部同じ値段だからいろんなものが売ってるよみたいなね。でそのテンクローネのコインがデンマーク語でティーユみたいな発音なんだって。テンクローネコインがティーユっていう発音で言われてたらしいんだけど、でデンマーク語のタイガーもツィーヤーみたいな。あーちょっと似てる。っていうのが由来なんだって。100均で訳すとさ、100均って白虎と似てるから白虎でいこうみたいな感じみたいな感じで、確かにかっけでその後さらに飛躍するありえないっていう組み合わせのクリエイティビティを生み出すっていう思いがあって現在のフライングっていうフライングタイガーコペンハーゲンっていう名前にアップデートされたっていうことらしいです。でまあご存知日本ではヨーロッパ以外では初めての店舗ということで2012年の7月に1号店がね大阪にオープンしたらしいです。日本がアジア初なんだ。そうでしかもねそこフライングタイガーって結構その定番商品はあるけど、はい、その面白系のなんかおふざけ商品とかアイデア商品とかねいっぱいあった。そういっぱいあるんだよ、でしかもそれって基本的に同じものが二度と手に入らない可能性も高くて。あ、そうなの？そうだ、常に入れ替わってるらしいよ新商品と。じゃあへんてこ商品買えばよかったみたいなそう一期一会なものも多いらしいから今回ちょっと夏目さんちも衝動でたくさん買ってみたと。はい、おもろ。教授ありがとうございます。全然ねホームページに書いてあること大体読んだだけなんですけどじゃあ買ってきたものをじゃあ紹介しつつ書いていきますか。はい。何買ったんですか？わかんない。なんかさ、お店の中でゲンさんと私さバラバラでさ行動してたからさ、なんかお互い適当に入れてたもんね。まず筆。何色かわかんねえだろうが今自分が何色を使ってるかわからない筆これはあれだ、万年筆かな。全く読めないわで、これアクリル絵の具。おお、めっちゃ安かったよ確か。でスケッチブック。はい。でこれは水彩筆だね。水彩ペンだね。みんな大好き。めっちゃ楽しい。でこれがドッティングツールだからなんかちょん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 ってこういう風なものを作るやつですね。面白い。こんなの売ってんだ。あと見てブローマーカーフーってやった色つけるやつ。これあれじゃん子供の頃さ。子供の頃みんなやった CM でやってたやつ。でこれはわかんない何これ。あ、蛍光ペンだ。かわいい。面白蛍光ペンですね。これ筆箱入ってたらテンション上がるね。見て、これさやさんが資料用で買ったへんてこメガネ。かわいい。本当に突然入ってきた。そうかわいい。かわいいわ。かわいい。これあとガラスペン持ってたんだよね、そういえば。なんかすごいパッケージもプレゼントな感じで。パッケージ重厚で、これは普通にマーカーですね。ツインタスカー。でこれがね、かわいい。なんか布だよ。これめっちゃかわいいんだけど、ドローイングジャーナルって言ってテーマが書いてあるんだよね。日記描画プロンプト付きって書いてある。そうだからこれを今日は書いてくださいみたいなお題が書いてあるスケッチブック。面白い。でこれもマーカーね。いやすごい、マーカーセットじゃん。ちゃんと極太蛍光ペン見つけた。本当だね、ぺちゃんこ。いろんな太さのマーカー。あとこれ見て、水彩紙。水彩紙だ。こんなのも売ってんの。でこれはこれもあれだ、マニキュアみたいなタイプの蛍光塗料。これも可愛いよね。なんかさ、いいなって思う。今の学生さんさ、筆箱に入っててさ、楽しいものいっぱいある。これかわいいが。猫ちゃん。これ何？ジェルペンって書いてあるよ。ジェルペンで、これがペンですこれね、間もなくお別れの場所にあったね。見てください。これ固形水彩セット。もう間もなくで入れ替えちゃって。これ一期一会系ね。そう。タイさん大好き固形水彩。そうあとシルバーと金色のペン。みんな大好きね。はい。でこれで全部で1万円ちょっとですね。マジで。わーすごい。安いからって大量に買えばいいってもんじゃないんですけど。それはそう、とてもそう。本当そう。でも俺たちはお絵描き YouTuber だし、いろいろ試すっていう大義名分があるし。最終的に食べれるしね。そうですね。お絵描き YouTuber だから。エネルギーに変えられる。画材を食べて。じゃあさやさんこれとこれだけで今日は。使えよ、ワクワクしろよ。じゃあこれもつけてあげるよ。じゃあ行きますか。なんかパッケージを。この金銀ペンもさ、どれぐらい金銀ペンなのか。いやそう、それも全然分からず。優しいよ。ほら見て、よく振って押し付けながら書いてね。ここびしょびしょだから気をつけてねってきっと書いてある。これ優しい。優しいわね。多分そう合ってなかったらごめん。
どういうことこれ。何？黄色になんかさ、木とさ、魚のマークが書いてある。やっぱりそうじゃないこれ見て。黄色のマークはこれ魚死ぬでってことだよ。マジ？やばくないこれ。大丈夫これ？急に不安になってきたけど、念のため気をつけるか。ね。もう今日はこれでだから楽しく描くだけの動画ですね。全部かわいい。なんか試してこうよ、どんどん。とりあえずドンフォギに試しておくか。あ、そうだね。どんどん。じゃあこれ使ってみよう。これ何？蛍光？化粧道具みたいね。お化粧品みたい。色かわいいね。なんかちょっとマイルドでね。やべえ、二度とあかね。待って、この魚死ぬでペン怖いんだけど。もうちょっとどうにかならんの読み方。でもみんなには見えないと思うから、さやがこのマークを大きく書いてあげるね。書くんだ。そう。枯れた木と、もう僕はダメだって絶望してる魚が書いてある。ちょっと怖いよね。そう、ちょっと怖いの。でもなんか結構ちゃんと黄色だね。すごいピッカピカだよこれ。楽しい。蛍光ペンの色としては可愛くないかこれ見て。可愛い。なんで僕ピカで書いてるんだろう。今日なんかショートで見たゲンさんにさ自慢したいさ、知識があったのに忘れちゃったな。ほんとなんでもさすぐ仕入れるとゲンさんに自慢しようってなるんだけど、記憶力が悔しすぎる。でさやさんの夢の話でも聞く？違うの最近ね。そうみんな大人気コンテンツ。高確率で僕が編集のカットチェックの段階で消すコンテンツ。なんでつかみどころなさすぎるなってなって、これちょっと尺の無駄かほな消すかみたいな。いやでもね、じゃあそう、はいはい、今日はねすごいね、私ってやっぱりちゃんと30年歩んできたんだなって感じてるの。でかいねテーマが。そうなんか毎日同じ時間ぐらいになるとめちゃくちゃトイレに行きたくなるのね、私。で夢の中でもめちゃくちゃトイレに行きたくなってるの。であれじゃん、おもらしする時の。そうなの。子供の頃ってさ、めっちゃトイレ行きたいってなった時さ、トイレに行く夢見てさ、トイレに無事ついてさ、あートイレ着いたよかったーっつっておもらししちゃったっていうパターンあるよね。そういう話は聞きますよね。いや私ももう経験者ですよ。もう夢の内容まで覚えてるもん本当に。あ、そうなんだ。そうこれがおねしょのメカニズムって思ってたんだけど、大人になってあめっちゃトイレ行きたいなっつって、で夢の中でもトイレ探してるじゃん。で無事にトイレがある。ちょっと待って、これは夢だ、しちゃダメだって夢の中で私戦ってるの。ちゃんとちゃんと理性があるんだ。そう夢の中でちゃんとね己の失敗をね覚えてるから、偉い。そうおねしょしないんだよ。偉い。まあそうだね、偉いかもな。いやでもね昨日見たねトイレの夢はねちょっと切なかった。そんなトイレの夢ばっかみたいな。わかんない。昨日の夢はねトイレだと思ったんだけど鍵がかかってて、今入ってる人がいるからちょっと待ってなきゃなっつって、早く開いてくれないかなっつってずっと待ってたんだけど、少し時間が置いてから見に行ったら、そこがトイレじゃなくてただの掃除用具箱で、私は何のためにここで待ってたのっつって絶望してる夢見た。だけど、起きてから考えると、トイレじゃなくてよかったと思う。ワンチャンあったから。ワンチャンあったね。そう。ね、だからカットされるんだよ。なんでイエーイ見てギャル描いた。いいよ。ね、めっちゃよくないこの色。ね、良い。このギャルの解像度って古いのかな。古そうだね。ギャルだから蛍光色。ギャルなんだと思ってる。ギャルは蛍光色。この紫さや好きそう。なんでもかんでも私のこと知った風な口を聞きやがって。見せなさいよ。楽しい。めっちゃ落書きって感じ。よくわかんないけど今日めっちゃいい。いい日だ。こんないい日は。もつ煮を食うに限る。サンズがめちゃくちゃお鍋を進めてくるから頑張って避けなきゃいけない。ピョンピョンピョンタタタタタタっていっぱい牛串が降ってくる。いやそう美味しい。こんなの食べたら太っちゃうよ。太っちゃうよ。デルタルーン全部やりて急に。やんな。やろう。スイッチ2で出るよ。上がればな。このペンさちょっと形状も可愛いし、なんかね持ち手がマットだし、そう色もいいよね。なぜかこの蛍光ペンだけで遊び尽くす人たちね。なんかさ、俺たちなんで蛍光ペンばっか使ってんだろうね。もっといろいろ使えばいいのに。ほら見て、金ピカギャルだよ。金ピカギャルで振るためにキャップを閉めたい。あ、黒入った。全然普通の黒ね。なんか筆ペンっぽい。先が筆ペンのしかもいろんな形状ですみたいなやつ。黒を入れることによって予定調和になってしまう。やだ。この銀かわいい。すごい。だってほら多分動画でわかるよ。ほらほんとだ。ギラギラ銀。すごいギラギラしてるのわかるでしょ。でもなんか他のペンも使えばなんかあったっけ他。あ、これあるじゃん。これ。いやー見て、みんな粘着がここに滞在してるわ。許せないやつだ。許せない。滞在量取って。
ごめんねみんな、もう今からさやさんこれ剥がすのに全力を使うから、この後ちょっとガス欠起こすかもしれない。嘘でしょ。この動画っていつ出るのかな。分かる。試してみる。今撮ってるタイミングと出たタイミングの際をみんなに知らしめるっていう。さやさんこの前ちょっとバズっちゃったんだけどさ、みんなの中でどのツイートかわかる？そんなにそうそうバズらんくない？それはそう。わかんないよ。もしかしたらさ、ちょっと未来のさやさんがさ、なんか妙にみんなの共感を得れるようなことをうっかり思いついちゃってさ、ツイートしてさ、てかもうあれもそうだったんだよ。聞いてくれよこのツイート。あれなんかもう普通にね、朝ね化粧しててね、化粧のり悪すぎてめっちゃイライラしててもうこの花どうにかせようって思いながらツイートしたら、あんなことになってしまって、12万いいねぐらいですよね。いやそう、家で一人で震えてた。これどうやって遊ぶの？ちなみに僕やったことないんだけど。私もない。 CM で見てさ、めちゃめちゃおもろそうやなって思いながら、レインボーのさビーって弾くやつとさ、このフーってやってさ色つけるやつさ、平成女児で平成男児たちはさ多分わかると思うんだけど、審判の方お帰りください。パラちゃんの手の届かないところに置かないとね。いやそうだよそれ。これどうするの？怖い。何全然わからん。これ何すんの？ちょっと見てみ、箱とかに書いてないの？説明書読まねえタイプだから。大人。チュートリアルないんだけど。おいおい待てって。この子の通りにやるってこと？ちょっと大人の方読みなよ。違うんじゃないの？逆か。これをこうしてこうじゃん。本当に？ちょっとさ書いてあるよ説明書。あったね。合ってるよ。一旦拭くかこれで。ただ一人の苦しそうなおじさんが誕生しただけ。待ってくれ、どうやってやるのこれ。ちょっと貸してみ。貸してやるよ。やってみなよ。その苦しそうなおじさんめちゃめちゃおもろいんだよな。ただただ。嘘だろ。そもそも君は書けるの？全然書けるわ。あ、待って、ここさ、後ろ蓋ついてね。こういうこと？針がついてんだ。裏についてんだ。あ、そういうことだ。分かった。オッケー。ありがとう。そういうことか。楽しい。人生初。楽しい。ブローペンってこういうやつなんだ。初めてやったよ。おもろいね。ちょっと酸欠気味、すでに。でしょうね。ちょっとごめん、やめるね。すごい可愛い色が入ってますよ。これ。可愛い。髪ごちゃごちゃにするこいつ。違うか、これブローペンのせいか。髪が傷んでるブローペンのせいで。マジブローペンさ、やつはとんでもないことしていきましたよっていう感じ。髪を滅ぼして去っていったんだけどって話して結構恨んでるまであるんだけど、しかも俺の体力も奪ってる。ブローペンでなんか今日の活力なんかほとんど消えた感じするもん。ブローペンマジみんな気をつけて。何これ？マニキュアペンっていうの？知らんけどゲさんが言ってたんじゃん。そうだね。こっちか。持ちにく。僕言わないんだよ。お口にちゃくちゃ。こっちについてくるのか。いやそうそうそう。いやでもさ、そりゃそうだよね。まあね。俺が悪かったか。マニキュア型のペンって流行ってんのかな。この前画材屋さんでも見たな。そうなんだ。やっぱ可愛いもんね、形状が。ちょっと落ちたくなるよな、こういう。可愛いよ。見た目は。トゲがあるな、おじさん。なかなか持ちづらくていいですよ、これ。やっぱ分かんないんだよ。もう30歳超えたさ、おじさんにさ、この可愛い文房具でさ、学校に行って胸ときめく感じ。もう分かんないんだよ、げんちゃんには。でもね、当時から分かんなかったから、どっちかで。基本的に今回、蛍光ペンお絵描き対決になってるけど大丈夫？ね、そろそろ私さ、水彩ペン使おうかなと思って。アクリル絵の具試しに使ってみよう。すごいアグレッシブ。私今自分の気持ちをね、絵に込めてるの。ギュッと込めてるの。本当にお腹が空いた。これが食べたい。バーガー食べたがってんじゃん。よくわかったね。ガンギマリのやついるけど後ろに人。髪がマジで死んでる。許さん。ブローペンに髪が殺されている。いいえ、ブローペンじゃないわ。髪を殺したのあなたよ。言うと思ったけど、なんでね。お前だろ。俺が何したっていうの？お前がブローペン使ったんだよ。そういうことか。でもそろそろさやさんもどっち側に行きたいな。よし、じゃあこのゲイさんが言ってたこのマニキュアペンでなんとかする。本当だ、使いづれえや。教科書はこうか。教科書だったらいけるな。絵描いてる私たちが悪いんじゃない？そういうことか。これ絵描くもんじゃねえのか、もしかして。これバカだからわかんねえけどよ。マニキュアペンで絵は描かないんじゃねえか？そうか。大事なものを見過ごしてたのかもしれない。
こうして俺たちは大人になっていくんだ。大人になんかなりたくない。最近のパラスケの話でもするか。昨日配信でも言ったけど、パラちゃんがねめちゃめちゃ可愛いことをしてくれたという話なんだけど、パラちゃんがね夜ねおせんべい食べてたの。赤ちゃんおせんべい、そうその時に私がね蚊に刺されがかゆくてずーっとねソファーでね足かいてたの。見てパラちゃん、ママ蚊に刺されて足かゆいよっつってパラちゃんに、ね、蚊に刺され見せてたんだけど、そしたらパラちゃんね私の蚊に刺されにね、おせんべい食べさせてくれたの。優しくない？うちの子もう優しいかどうかもわからんそのエピソード。食べさせてくれるのありがとうって超かわいい。全然意味わかんなくて面白いよね。しかももう無表情で差し出してくれて何かしらの優しさだったんだよ。これどうですか、美味しいですけどみたいな。このエピソードは未来英語を語り継いでいこう。反抗期とかだったら怒られるんですよ。あー確かに。でもね反抗期って大事だから。せや。でも分かってても辛いよ。見てキャップ後ろについてくれそうでついてくれない。反抗期だ。反抗期だこいつ。反抗期だ。こいつマジ蓋なくすこれ。せいさんが。せいさん？折りたたんで。見出ちゃってた？折りたたんでここで書こうね。まあこんなもんでしょう。そして取り出したのはワンドファーバーウォーターカラーズ。せーのドン。いやーかわいい。うわ絶対さや好きなやつじゃんね。さあ行きましょう。僕らの冒険はここから始まる。どうだい？楽しいけどこの水彩紙すごい文句があるの？怖いな。楽しいですねこれ。あ、いいんだ。ちょっと私が髪と喧嘩してますけど、まあ髪と喧嘩するのはねよくあることなんでね。それじゃあもういつものことということですね。大体水彩ってねそういう戦いですからね。嘘ですね。本当嘘です。やめてください。一回喋んない方がいいんだよ。許してください。ドッティングツール試しにやってみようこれ。うわーやってみますか。あ、でももう乗らんこともないんだけど、本気いるかも。ケイさん一番向かない。多分ねこれ一回つけて何回もトントンできるやつじゃないんだってこれ。ケイさんの顔がじわじわきますね。背中にちょんちょんしてみる。あ、いいこれね徐々に描けなくなっていくのを利用してグラデトーンみたいな。ああ。はい終わりましたというかまあ別に終わりも何もないんですけど、なんかもうただただね好きなもん書いてただけなんで。ということでフライングタイガーで買ってきた画材でもうなんかとりあえず落書きしただけの日、最高の日です。いいですね。せーのダーン。おーめっちゃかっこいいね。なんか圧がすごくなったんで。圧すごいね。でもねこれあれですね、このアクリル絵の具と筆がね正直バサバサな筆なの。だからもうバサバサ描いてやろうと思ってベースをバサバサこう色をのせて、で上からこのマーカーでゴリゴリ描いていくっていう感じで描いたら意外と楽しく描けました、ね。いやめちゃめちゃかっこいい。突然ジャングルの奥地に行ったらジャンパースカート着てる女の子がいて、彼女の周りの水滴が下に落ちていると思えば上にも登っており横に行っているものもあるみたいな。要はこの子の周りの重力があっちゃこっちゃいってるみたいな感じの子にしたい。かっこいい。こいつは何？知らないけどこいつは何ってこいつのせいだけどあ、そうだ、ブローペンも入ってんの。ブローペンの罪も頑張ってどうにかした。ブローペンのことは罪って言うなよ。ブローペンマジちょっと罪だったわ。やってるし押し上げでね。お、いい、かわいい、いいね。グラデーションみたいな。あ、いい感じじゃない？いいじゃん。で、あとせっかくドッティングツールっていうのがあったんで。あ、ね、それちょっと面白いね。この辺にちょっとビビッとな色とかでトーンみたいな感じでやってみました。ほんと地道な精神統一になりそうな作業でした。確かに。でもすごい。さすがいろんな原産。すごいいっぱい出てくる。いろんな画材を組み合わせるのが得意な原さんの作品って感じがして。組み合わせるのが得意とかじゃなくて、アナログで普段描かないからこだわりがないっていうのが正しいかも。すごいよ。で、あとあっさりの蛍光ペン。この紫色の肌がいいね。ちょっと人間離れしてる感じが。でも左右のやつもあれだね。めっちゃ水彩いい感じだね。これはねフライングタイガーで買ってきた水彩紙にこれでモリモリ描きました。めっちゃ色あるな、やっぱそれ。色すごいわこれ。固形水彩ってなんかさ、赤ギャーン青ギャー
みたいなのが多いからさ、結構中間のまろやかな色にはなってくれないっていうのはあるから、まあでもそれはそれで楽しいけどね。そうなので今回はなんか割とギャンギャンな感じの。かわいい。この子めっちゃ猫出てきてる。あ、そう、何の魔法を唱えてもね、全部猫ちゃんになってしまうっていうかわいそうな魔法使いちゃうんですね。かわいそう。この子猫アレルギーだったらもっとかわいそう。わあ、かわいそう。猫アレルギーなんじゃないの？目赤くなってるのかも。確かに。でこれがね、はい。ああ、最初のね。あ、そうそう、一番最初に書いたやつ。これ見づらいのはお使いの端末が間違えてません。ちょっと傾けたらわかりやすい。あ、そうだ。あ、そうそう。キンキラペンでね書いてしまったので。キンキラギャルちゃんね。そうそう、キンキラギャルちゃん。ほら、すごくない？かわいい。本当はニャって書きたかったんだけど、間違えてなって書いちゃったんで。今日猫尽くしだね。あの猫ペンのせいか。あ、そうそう、猫ペンのせい。これ可愛いよね、なんか。ゆるい。ではこれと、あと。これジェルラメペンだから、これもすっごいキラキラしてるの。あとね。すっごいキラキラついちゃって。これはハンバーガーを食べてる子を見ている私。すげえ。ね、ハンバーガー食べたい。こんなだよ、こんな食べたい。これはこのさっきから見せてる猫ちゃんペンと、あとゲンさんが使いづれって文句言ってた。文句は言ってないですよ。マニキュア蛍光ペンですね。その文句言うわけないじゃないですか。いやでもあれは使いづらい。まあまあまあ絵描くもんじゃないんでしょうね。それはそう。今日はこの3枚ですね。いやすごい、さえたくさん描いてるな。いやでも楽しかった。なんか久々に本当に何も考えずに、ゴリゴリしたね。ゴリゴリね落書きをしましたという感じの回になりましたね。はい。ぜひ皆さんフライングタイガー行ったら一期一会の画材だったりね、面白道具買ってみてください。そう、さえさんはこのニャンニャンペンがとってもお気に入り。素晴らしい。これはディスプレイする。ディスプレイする。確かに使う使わない置いといてさ、ペン立てにバッて刺しといてあるのね。てかあれだよ。隣の席にいるさ女の子にさ、あ、やばい、丸つける赤いペンなくなっちゃったなって、ちょっと返すようがない、借りるかって、ごめんなさい、ちょっと貸してもらっていいですかって、いいよってこれ渡されたらさ、ちょっと好きになっちゃう。でも確かになんか好きになっちゃうよ。なんか女の子からペン借りちゃったみたいになっちゃう。そう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 。可愛くなっちゃいそう、気持ちが。うわー、ドキドキする。ときめくっていう演出のために皆さんいかがでしょうか。そういう演出のために持ってるの嫌だけど。あざとい、あざとい。